電気の力で自身の解放を果たした稲子の演奏は心の叫びでもあり、陽介の電気目録への執着は自分だけの清録の復活を目論む計画の一端。皆さんこんにちは、みことです。テレビシリーズ20世紀電気目録ユーレカエブリカ第6話の感想考察やっていきたいと思います。今回は音楽と心の関係について、なぜ稲子たちはロックだったのか、そこからの影響や陽介の思惑について考えます。事前情報なしで主張した感想考察を3つの視点から語りたいということで、今回のポイントは、まず1つ目、音楽の魂。2つ目が、信じる。3つ目は、希望への狂気。それでは早速最初のポイント、音楽の魂からやっていきましょう。電気三味線に電気琵琶、電気鼓と、電気を使った楽器で陽介との演奏対決に臨むことになった明治維新電気少女楽団でしたが、喜八が言っていた電気知音の知音とは、親友や理解者との心のつながりを意味する言葉で、由来となった故事では、琴の演奏から心情を感じ取る物語となっていることから、今回の稲子たちのバンド演奏も、稲子を筆頭とした3人の心の叫びを表した描写となっています。現代のマイクほどの精度がなかったことで音が歪み、本来の地声ではなくデスボイスのような歌唱となっていました。このあたりは第4話の電気電信でも描かれていたように、時代的な技術の未熟さをうまく利用した描写であったと感じます。物語ではこの効果がうまく作用し、現実の明治ではありえないヘビーメタルのような楽曲を披露するに至っています。現実世界のヘビーメタルは1960年代末期から70年代初頭にかけて誕生していますが、よりハードな音楽を求めた心の叫びがバンド形式の楽曲となって演奏されていったのだと思われます。その意味では、明治維新電気少女楽団の演奏もまた心の叫びであったと言っても過言ではなく、いつの時代でも音楽は奏者や作曲者などの思いが詰まった人の心の代弁者なのかもしれません。次は信じるです。ロックのビートに乗せて心の叫びを歌にしていた稲子でしたが、その思いはどこにあったのでしょうか。時代背景的には家長である男親の威厳が強く、女子や子供の立場が弱かった実際の歴史と重なり、これまでも稲子の家庭では父親の意見には従わざるを得ない様子が描かれていました。縁談を強要されているような流れとなっており、かなり抑圧されている様子が描かれていましたが、今回はさらに演奏に登壇しないよう釘を刺されており、稲子の複雑な心情を感じさせることになります。稲子の心情でもある信じる心は、母である苗子の教えでもありますが、これまでの信じる心を強く持ってきた様子から一変し、自分を信じることができない稲子が描かれていきます。それにより、父親に反する行動に躊躇する様子や、演奏への不安な気持ちが入り乱れ、本番を目の前にして決断できなくなっていた稲子を、いつもは励まされてきた喜八が背中を押す、二人の絆がさらに固く結ばれていく物語へと続いていきます。これまでは稲子が喜八を信じることで物語が展開してきましたが、喜八が稲子を信じることで信頼関係が強固になっていった経緯が描かれたことで、今後この二人の絆の強さが物語に大きく影響を及ぼしていくきっかけであったと言えそうです。また、そんな様子を見ていた健吾も、溢れ出る情熱を抑えきれず、喜八たちの助けに入るわけですが、この演奏に込められた
電気の世界の到来を信じる思いを、ケンゴも信じることができたからこその行動であったとも感じられます。清六に向けていた期待と変わらない思いを、喜八にも向けていることは電気満月の回でも描かれており、陽介とはまた違った形で清六への思いを秘めていると感じる描写です。その陽介ですが、清六への思いの強さの正体が、いよいよ明かされていくことになります。最後は希望への狂気です。実際の明治時代を反映していたようなこれまでの展開から一転し、時代背景を大きく逸脱した物語となっていた今回ですが、必ずしも実際の歴史通りではない状況となっていた明治時代の描写でした。エレキギターの発祥は1931年、現在のロックギターの元祖は1950年、ハードロックスタイルの演奏はさらに後年であったことを踏まえると、今回の描写は一気に70年近く短縮したことになり、多少飛躍した展開ではありましたが、そこまで突飛であったとも言い切れないフィクション作品の面白さであったと思います。また、遊園地のような溝江パークでしたが、日本での遊園地の元祖は浅草の花屋敷であると言われており、遊園地化は明治初期であったことから、蒸気が発展している明治40年頃であれば、これぐらいの規模のテーマパークが存在しても、そこまで不思議ではないのかもしれません。その意味では、陽介が開発していたオルガン演奏ロボも、蒸気を利用した自動演奏機械であったと考えると、その精度の高さはともかく、そこまで複雑な構造ではなかったのかもしれません。そのロボですが、以前、陽介が手袋をかぶせていたものと同じであったと思わせる展開から、アンドロイドのような本体がラストシーンでいよいよ姿を現すことになりました。第4話で描かれていた腕の描写が正録型アンドロイドの可能性を醸し出していましたが、今回はほぼ全身が描かれたことで、陽介の目的が正録を機械で復活させることである可能性が高まる流れとなっています。蒸気機械で財を成した溝池なので、その技術を利用して正録のアンドロイドを作成。今はなき正録の復活を目論んでいると考えられる展開ですが、ただ、その中枢となる思考回路の作成は現状では難しく、CPU のような集積回路は必須であったと考えると、電気の力が絶対に必要で、そのために電気目録を探していた可能性や、正録の思いが詰まった電気目録の記述をこのアンドロイドの心としてインプットするためのデータとして必要としていたのかもしれません。今回の電気遅延の開発により、喜八に正録のアイデアを具現化する能力があると確信した陽介が、今後の開発に期待を寄せるような描写がされていましたので、以前正録が陽介に話した内容に電気演算機が含まれていた可能性を考慮すると、陽介の目的は正録の復活にあり、それを稼働させる重要な部品である電気知能の開発を望んでいるような流れを感じさせます。現代的な表現であれば、AI とその機器の開発を手に入れようとしている印象の物語でした。今回の第6話は、抑圧された心を音楽で解放した稲子と、それを電気の力でサポートした喜八たちの姿や、そこに共感した健吾や、未だ旧時代的な明治の世界の家族の関わりなどが描かれた1話でした。稲子が練習していた三味線がロックバンドへとつながっていく意表をつかれた展開は、フィクション作品ならではの面白さでもあり、喜八と稲子の絆が双方向で強まったことで、物語はこの二人の関係が深まっていく展開を期待させます。また、陽介の目的がかなり明確になってきたことで、今後にも大きく影響を及ぼすことが予想され、そこに
今回初登場したケイトの父親と坂本兄弟との関わりや、ケンゴが先生と呼ぶサキの存在など、新たな人間関係も描かれたことで、以降の物語から目が離せなくなる第6話となりました。ということで、20世紀電気目録ユーレカエブリカ第6話の感想考察でした。最後までお付き合いありがとうございました。